ルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は11月の20日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では、本日は、アメリカから届いた新商品ですね、全部新商品ですので紹介していきたいと思います。まずはじめにリーバイスのシャンブレーシャツですね。サイズ表記がラージ、70年代頃の、シャンブレーシャツなんですが、こちらオレンジタブ、ビッグ E がついていますね。ビッグ E の年代です。で、バックにこういう感じで、刺繍が施されていますね。ちょっと、シワっぽくよれている部分はあるんですけれども、全体的にまだまだ着用できるコンディションかなと思います。サイズ表記ラージで僕がゆったり着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段が、9800円と消費税です。続いて、アーミーシャツのデッドストックですね。サイズ表記がミディアム表記です。で、肩がダブルステッチで縫われているアーミーシャツ、60年代のアーミーシャツですね。こちらもデッドストック、水が通ってないコンディションなので、もう状態は言うことないかなと思います。バキバキのコンディションですね。ちょっと保管時の、シワが寄っている部分もあるんですけれども、洗っていただいてしっかりシワを伸ばしていただければ、全然ゆったりとしたサイズ感で着用できるかなと思います。こちらデッドストックでお値段が7800円と消費税です。続きましてヴィンテージの、ネイティブ柄のベストですね。タグがこちらにつきます。ちょっとサイズ表記欠損しちゃってて見えないですが、こちらカラーリングがブラック、いいですね。ネイティブ柄ブラックだとかなり、クールな印象になるかと思います。でバックには、こういう感じで柄は入らず無地のパターンですね。で銭ボタンが使われていて、ボタンも凝っててかっこいいですね。サイズあったとしたら、だいたいミディアムくらいですかね。僕がジャストサイズか気持ちゆったりくらいで着用できるサイズ感だと思います。こちらのネイティブベストですね。お値段が9800円と消費税です。続きましてラルフローレンのスウェットですね。こちらサイズ表記がミディアムサイズです。でこちら、前 V の仕様になっていて、ラバーでプリントとステンシルが入りますね。でセットインスリーブで、この退色しているボディの色合いも雰囲気はかなりいいのかなと思います。バックはプリント無地です。こちらサイズ表記ミディアムで自分がゆったり着用できる、サイズ感かなと思います。身幅しっかりあっていいボディです。お値段の方が、こちら7800円と消費税です。続いてチャンピオンのスウェットですね。80年代のサイズ XL、こちら 50% コットンで他がアクリルとレーヨンが入ってますね。エンジとグレーの切り返しですね。こちらもしっかり身幅があってボディのコンディションはかなり綺麗かなと思います。プリント等は全く入らない完全に無地のタイプですね。この切り返しのツートン、いい色使いだと思います。サイズ XL で、僕がダボっと着用できるサイズ感ですね。お値段の方が7800円と消費税です。続きましてアーミーのスウェットです。こちらサイズ表記が XL ですね。グレーのボディでアーミークルー3段でプリント染み込み、黒の染み込みプリントです。でこちらバックにもプリントが入りますね。で形サイドに萩のつくリバースウィーブタイプの形です。でこちら右袖の方にですね、こちらつきます。サイズ表記もいいですね。 XL サイズです。しっかり身幅があって綺麗なシルエットかなと思います。着丈も長すぎなくて僕はゆったりダボっと肩を落として着用できます。お値段の方が、7800円と消費税です。続きましてパーカーですね。このパーカーいいと思います。エディ・バウアーですね。エディ・バウアーの黒タグ、サイズ表記がミディアムサイズです。で、ラバープリントエディ・バウアー、これかなり僕好きですね。いいプリントです。でバックプリント入らず無地ですね。シンプルながら、こういうプリントいいかなと思います。サイズミディアムサイズで、ミディアムではありますが結構でかいですね。実質で LXL 程度に思っていただければと思います。お値段の方が7800円と消費税です。続いてヴィンテージのスウェットですね。こちらタグは欠損してしまっております。フルジップのスウェット、ジッパーがこちらですね。アルミジップ使われています。グリーンボディで、全体的なフェード感かなりかっこいいかなと思います。
ちょっと縮んじゃってですね、ジッパーの部分、フロントよれている部分はあるんですけれども、これもフルジップパーカーヴィンテージの雰囲気はかなりいいと思います。で、裏地がサーマルの仕様で冬もあったかいと思います。多少のシミ汚れやフェード感もかなりかっこいいですね。サイズ感ですが、だいたい L の縮みくらいですかね。僕が気持ちゆったり着用できるようなサイズ感です。お値段がこちら7800円と消費税です。続きましてこちら70年代頃のチャンピオンですね。サイズ表記が XL で、こちら、100% ナイロンのボディなんですけれども、こちらちょっとふわふわしたような感じで、コンディションもバキバキですね。で、色味がブラックです。で、ワッペンがフロントにつきますね。バックにはワッペンとは何も入らないです。で、ブラックとこのマスタードの色味もかなりいい配色ですよね。サイズ XL、 僕ダボっと着用できると思います。全然血み出てないボディですね。こちらお値段の方が15,800円と消費税です。続いてリバースウィーブご紹介させていただきます。今日リバースウィーブは1着ですかね。80年代のトリコタグでサイズ表記がスモールサイズですね。スモールが、全然出ないです。80年代でこちらフロント C マークがつくカラーがブラックですね。リバースウィーブスモール本当に出てこないので、小柄な女性だったり結構自分のサイズに合うブラックっていうのを諦めてる方も多いと思うんですが、こちらコンディションもめちゃめちゃ綺麗ですね。まだ生地感、ボディもまだ張りが残っているようなコンディションです。自分がもう本当にジャストサイズっていうような感じのサイズ感になるかなと思います。着れなくはないサイズ感ですね。お値段、スモールでかなりお安めです。12,800円と消費税です。続きましてラルフローレンの、ニットですね。こちらサイズ表記が XL です。黒のボディで、織りでいい柄ですね。色使いもかなりいいと思います。グレーと白とエンジですね。後ろにも同じように柄が入ります。コンディションかなり綺麗な個体ですね。まだボディも肉厚で目立つようなダメージ汚れ全然もう一切ないですね。サイズ XL で自分がダボっと着用できるサイズ感になっていると思います。冬場大きめにこういうの1枚持ってても使えるのかなと思います。お値段の方がこちら9,800円と消費税です。続きましてコットンのタイプですね。サイズ表記が XL です。でこちらフロントに正常期が入るんですけれども、この正常期に対してこの切り返し、正常期のカラーリングで切り返しが入るデザインいいですね。面白いと思います。で後ろにもこの同様の切り返しが入りますね。でリブがネイビーです。サイズ表記 XL で、こちらも大きめのボディですね。自分がダボっと余裕持って着用できるサイズ感になるかなと思います。ですがこれ着丈全然長すぎないですね。かなり着やすい着丈だと思います。お値段の方がこちら9,800円と消費税です。続きまして、フリースを8着紹介させていただきます。まずはじめに、リーバイスのフリースですね。サイズ表記がラージでございます。グレーボディのハーフジップでこの、肩の切り返しかなりかっこいいかなと思います。でリブがネイビーとエンジでポケットの部分にこちらタブがつきますね。でフリースの状態、肘裏だったりも潰れてたり硬くなってる箇所とかも全然見受けられないですね。ジッパー等も全然問題なく開閉できますし、使用感は結構ボディ自体はあるんですけれども、まだまだ着用はできるのかなと思います。全体的にうっすらシミ汚れがあるんですけど、本当映像では伝わりづらいくらいうっすらですね。僕は全然気にならないかなとは思います。お値段の方が9,800円と消費税です。続きましてノースペースのデナリですね。こちら90年代のサイズが XL です。グレーと青の切り返しのデナリですね。こちらもかなり、程度はいいかなと思います。目立つようなダメージや汚れは一切ないですね。デナリのこのカラーリングもかなり人気だと思います。サイズ XL で僕さすがにちょっと大きいかなと思うんですけれども、身長高い方、おすすめです。 XL ですね。お値段の方が12,800円と消費税です。続きましてスナップティーを、ご紹介させていただきます。サイズ表記が XL ですね。でこちらクリーム色ですね。
でこのパイピングだったりフラップが、ライトグレーのような色味になっております。でこちら年内なんですけれども、ちょっと年代の部分がこちらかすれちゃってて読めなくなってるかなと思います。ですがこちら肘裏等も全然硬くなってなくてまだふわふわしてますね。でサイズ感もかなりゆったりしてて、可愛く着用できるんじゃないかなと思います。スナップティーおすすめです。お値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらのスナップティーですね、柄物系です。サイズ表記がラージ、こちらアメリカ製なので古いタイプですね。パイピング絵が前立てがつくタイプです。こちらこの葉っぱの模様ですね、この深海っぽいような色使い、落ち着いててかなりいいんじゃないですかね。コンディションもかなりいいです。古いスナップティー、スナップティーとはいえ結構、フリースが潰れちゃってたり、毛足長くないんですけどフリースが潰れちゃってたり硬くなっちゃってたり、このスナップがもう、壊れちゃってたりってあると思うんですが、これコンディションいいですね。いい柄だと思います。サイズ表記ラージでお値段の方が12,800円と消費税です。続いてこちらも、いい柄ですね。こちらはもう1段階新しい方ですね。サイズ表記がこちら、ラージサイズになっております。でブラウンの配色で、ターコイズブルーのパイピングですね。でこちらもフリースの状態はめちゃめちゃ綺麗です。はい、ダメージや汚れも全然ないですね。サイズ表記ラージで僕はゆったり着用できるかなと思います。お値段の方が、9,800円と消費税です。続きましてパタゴニアのシンチラのハーフジップのタイプですね。スナップティーとはまた違うんですがこちらもいい形です。サイズ表記ラージで色味が、このちょっと青っぽい淡い青っぽいような色味で、パイピングがこういうようなカラーリングですね。でハーフジップの形になっててピスネーム胸にしっかりつきます。で、こちらフロントにポケットがつくとかではなくてこのサイドにポケットが、つきますね。ちょっとパーカーみたいな感覚のポケットの付き方でかなり、ちょっと軽く出かけるみたいな時に便利になってくれるポケットだと思います。サイズラージで自分かなりゆったり着用できるサイズ感になっているかなと思います。もうボディもまだふわふわですね。コンディションかなりいいと思います。お値段の方が、7,800円と消費税です。続きましてパタゴニアの、レトロカーディガンです。タグがこちらでサイズ表記がミディアムサイズですね。こちら年代の方なんですけれどもこちら92年の個体ですね。でフリースの状態、肘裏等も全然フリース寝てないの分かるかなと思います。コンディションはかなりいいですね。まだボディも、ふわふわです。サイズ表記がミディアムで僕、結構ゆったりめに着用できると思います。身長170以上ある方とかでも全然ミディアムサイズで着用できるかなと思います。でラグランの作りになっててこの単色、ポケットパチポケットとかもつかない、タイプですね。お値段の方が17,800円と消費税です。続きましてシェルドシンチラですね。こちらはボーイズの、14という表記がつきます。アメリカ製ですね。でこちら、パープルと裏地のフリースが蛍光のグリーンですね。でピスネームもしっかり残っててシェルの状態もかなり綺麗かなと思います。でこちらサイズ表記、14なんですけれども実寸でミディアムからスモールからミディアムくらいあるかなと思います。僕とかだと全然ゆったり着用できそうなサイズ感ですね。値段の方が、こちら12,800円と消費税です。続きましてヴィンテージの、ニュースペーパーバッグですね。こちら結構使用感あるんですがかなりいい味出てると思います。フロントのステンシルもいいですね。全然読み取れる感じです。で内側のコンディション、まだまだ使えるかなと思います。持ち手の部分が蛍光のオレンジでこの蛍光のオレンジのサンフェードだったりこのペンキ飛びの具合もかなりいい雰囲気出るんですね。で後ろとかもこういう感じで、全然使用自体はまだまだできて今一番いい味が出てるっていうようなコンディションかなと思います。僕は背負ってみてこれくらいのサイズ感ですね。サイズ感も程いい感じで、ちょっと出かけるくらいには全然容量としては問題ないかなと思います。お値段の方が12,800円と消費税です。続きまして、パタゴニアのこちらスーパープレマですね。
タグがこちらについて、サイズ表記がいいですね。スモールサイズです。スーパーアルパインの、一つ下のランク、ちょっと薄手で着やすい生地感ですね。でこちら色味パープル、かなり珍しい色味かなと思います。で内側こちらですね。この内側結構やっぱり剥がれてたりってするものが多いと思うんですが、全然剥がれとかもなく内側コンディション綺麗ですね。シェルのコンディションがちょっとこういう感じで襟元使用感染み汚れあるんですが、濃いめのパープルなので、色味そこまで目立たないかなと思います。シェル目立つようなダメージとかもないですね。サイズ表記スモールで自分が程よい感じで緩く着れるかなと思います。こちらのパタゴニアですね、スーパープルマが、お値段15,800円と消費税です。続きましてノースペースの、ダウンですね。ダウンパーカーです。じゃあチャタグで、メイドインザ USA のこのザも入る表記ですね。チャタグの最終くらいかなと思います。サイズ表記が XL ですね。でこちらフードなんですけれども、当時別売りで販売されてたものなんですけれども、ボディと、気持ち違う色味の、フードが取り付けられております。こちら本体はこちら裏地がネイビーなのに対してフードは、グレーですね。こちら、いい感じで、この意図的なツートンとして楽しんでいただければいいかなと思います。外側のコンディションはかなり綺麗ですね。ダウンもまだパンパンでやっぱりこの別売りっていうのもあってフードがついてないことはかなり多いです。フード取り外して着用していただいてももちろんいいですし、これはこれとして違う色味ですがこの微妙に違う感じ、かっこいいかなと思います。 XL 僕かなりダボっと着用できますね。本当にまだダウンもパンパンに入っていて全然冬越せるくらいあったかいと思います。お値段が19,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスタジャンですね。こちらサイズが46です。でボディの色味がネイビーで、こちら白のレザーの切り返しになっております。で袖の方ですね、ワッペンでフロントの方に刺繍ワッペンという風に、結構ついてて、で後ろの方にもですね豪華にワッペン取り付けられております。ですがこのワッペンの色味がこの白とネイビーで全体的に統一されているので、全然着づらいワッペンではないと思います。むしろここまで大きく、しっかりワッペン取り付けられてて、全然かっこいいワッペンかなと思います。でリブがですね黒と白の、配色になっております。セットインスリーブのスタジャンでサイズも46ですね。自分だと全然肩を落としてダボっと着用できると思います。スタジャンやっぱり着丈短いのでこういう大きいサイズでオーバーサイズで、着丈を下に持ってきてあげれば今着やすいシルエットになるかなと思います。お値段が15,800円と消費税です。続きまして、M65 のフィールドジャケットですね。こちらサイズ表記がミディアムレギュラーですね。ほとんどの方着用できるサイズで、こちら、襟元は当然アルミジップでエポレットなしのファーストタイプですね。やっぱりエポレットがないと、ついてるものと比べて断然着やすいです。でこの辺やっぱり人気なのでコンディションいいコンディションで出てくることは全然ないんですけれども、こちらコンディションかなり綺麗かなと思います。使用感は多少あるんですけれども、まだボディ自体もうっすら張りが残ってるくらいのコンディションです。ミディアムレギュラーの、サイズですね。お値段がこちら19,800円と消費税です。続きまして A2 デッキですね。 A2 デッキジャケットです。こちらサイズ表記が、ラージサイズですね。でステンシル等は入らない着やすいデザインで、ファーストタイプとかではないんですけれども、こちらコンディションがバキバキのコンディションですね。ボタンの欠損とかも一切ないですし、おそらくまだ水が通ってないんじゃないですかね。もう裏地とかも全然ふっかふかです。サイズ表記ラージで、こちらも着丈かなり長いわけじゃないのでオーバーサイズに着てあげても全然様になるかなと思います。ラージいいサイズですね。お値段が17,800円と消費税です。続きまして、ラルフローレンポロカントリーですね。ポロカントリーのジャケット、サイズ表記がラージですね。こちらネイビーの、一色で統一されていてちょっとミリタリーチックな、形になっております。でバックに正常期と、ラルフローレンの USA の表記が入りますね。でこの落ち着いたネイビーのみの色味いいと思います。でこの、薄手のシェルコットンとナイロンです。
かなり着やすいかなと思います。サイズも自分がゆったり着用できそうなサイズ感ですね。コンディションかなり綺麗です。お値段の方が15,800円と消費税です。続きまして、こちら前にも、紹介したんですけど、このラルフローレンの、US ネイビーの P コートの形でデニムで、作ってるものですね。これかなりいいサンプリングだと思います。サイズ表記はミディアムですね。やっぱりデニムでってなると全然もう印象変わりますよね。P コートの形で、この改めて見ると結構いい形だなと思います。で、ラルフローレンのデニムの色程よく落ちてて、色合いもかなりいいですね。着やすいデニムの色って感じです。サイズも自分が全然肩を落としてゆったり着用できますね。こちらもほとんどの方着用できるサイズ感かなと思います。お値段の方が15,800円と消費税です。続きまして、70年代頃のシアーズのカバーオールですね。こちらサイズ表記スモールサイズ34から36くらいですね。小さいサイズいいと思います。でデニム、かなり色濃いですね。洗いの回数も全然少ないと思います。で後ろの方ですね、この焼け感だったり多少色が落ちているところがあったり、この襟のコーデュロイの部分がですねちょっと焼けてたりとありますが、このデニムの色の濃さ、他目立つようなダメージとかはもう一切ないですね。サイズ表記スモールで、自分かなりジャストサイズで着用できるかなと思います。で内側がこのウールのライニングになっているので、ちょっとワンサイズ上げて着用してもいいかもしれないです。お値段の方が15,800円と消費税です。続きまして、ちょっとこれ僕今日一番おすすめというか一番僕好きな、デニムのジャケットですね。こちらラングラーです。リーバイスとかだとこのブラックとこのインディゴの切り返したまにあるかなと思うんですけど、このラングラーでってなるともう全然数ないかなと思います。僕も全然わかんないんですけど、こちら胸元ピスネームの方もついてて、リーバイスの70506のような、フォルムですね。でこちら全体的に色も落ちてて使用感はありますが、着用はまだまだできるようなコンディションですね。襟元もこちらノーリペアですし、袖口等も全然大丈夫です。こちら実寸でだいたい36から38くらいかなと思います。僕が本当に、一番いいサイズ感で着用できるのかなと思います。こちらお値段の方が12,800円と消費税です。続きまして今度は大きめですね。リーバイスの70505です。こちらケアタグ付きの赤タブスモール E ですね。インディゴで染められている個体になるんですけれども、こちらかなりもう本当にサイズ大きめですね。実寸で48くらいあります。パッチ表記だったとしたらおそらく50だったんじゃないかなと思います。僕が合わせてみると本当にかなり肩落ちて大きいサイズだっていうのがわかるかなと思います。こちらも襟元ポツンとダメージがあったりはしますが、ノーリペアの個体ですね。色も多少落ちてはいるんですけれども、もう全て真っ紺じゃなくてもこういう色も、全然着てみるとかっこいい色だと思います。僕がこれからダメージとか増やしていってあげてもかなりおしゃれだと思います。お値段の方が19,800円と消費税です。続きましてこちらも最近お探しの方かなり多いと思います。71205ですね。サイズ表記44です。70505のロング丈ですね。こちらは、もう染料はインディゴではないんですけれども、デニムの色自体はまだまだ濃いですね。もう本当に8割アップで色残ってるかなと思います。で赤タブはもう当然スモール E にはなっておりますね。こちら71205のこの濃さでサイズパッチ表記44っていうところですね。実寸でだいたいチンで42くらいですかね。僕だとちょっと、身長そこまで高くないので、この大きめのサイズの71205ってなると結構袖が余っちゃうんですけれども、じゃあ背の高い方だったり、体格いい方71205の大きめサイズビッグサイズおすすめです。お値段もインディゴじゃないので、お安めですね。15,800円と消費税です。続きましてコーデュロイの、ボアジャケットですね。こちらも大きめサイズです。70年代頃のサイズ表記は46です。で白のタブはレジスターマークのみです。このベージュのカラーリングコーデュロイのボアジャケットですね。冬場ももちろんあったかいですし、このボアジャケットの見た目結構クールでかっこいいかなと思います。コーデュロイですね。サイズ表記46
かなりこちらも大きめの個体です。僕全然ダボっと着用できそうです。お値段の方が、こちら12,800円と消費税です。続きましてパンツ類紹介させていただきます。まずはじめにアーミーの4号カーキですね。こちら内タグが、こちらつきます。ウエスト30インチのレングスが29インチですね。かなりいいサイズ感だと思います。でやっぱり、4号カーキ、この他のチノパンと比べてこのサイドステッチですね、サイドステッチチノパン、こちらダブルステッチになります。結構外見で見ても古いって分かるような、チノパンってやっぱりいいですよね。ベイカーパンツが古いとサイドダブルになると思うんですけれども、この4号カーキサイドがダブルです。こちら実寸、ウエストが30インチのレングスが29インチですね。で、目立つようなダメージだったり汚れとかは一切なくコンディションは綺麗だと思います。お値段が12,800円と消費税です。続きましてデッドストックのパンツを1本紹介させていただきます。こちら M65 ですね。こちら、サイドが内縫いで、こちら四方叩いてあるタグですね。こちらもデッドストックの個体です。サイズ表記はミディアムレギュラーですね。もう、ボディの張りっていうんですかね、このもう光沢がもうあるような感じです。で、ミディアムレギュラー、ちょっとレギュラーだと、丈若干長いんじゃないかって思う方もいると思うんですけれども、意外とこれ実寸で測ると29インチしかなくて、股上も深いんですけれどもこの裾の部分も絞れるようになっているので、このレギュラーとかでも意外と全然履ける方かなり多いと思います。でショートに無理にこだわらなくてもこのミディアムレギュラーかなりいいサイズ感ですね。もうコンディションはもう言うことがないです。実寸がウエスト37インチのレングスが29インチです。僕とかでも全然ギュッとベルト絞れば履けるサイズかなと思います。こちらデッドストックでですね、お値段の方が15,800円と消費税です。かなりお安いかなと思います。